優れもん自動車用品の草です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、超重低音保音取り付け。今回は最終モデルのトヨタコンフォートにピアノ超重低音保音を取り付けます。ピアノ超重低音保音、何それ。この車は助手席に保音ボタンがついているの。そうなの？元教習車共感用の保音スイッチね。共感用保音スイッチで超重低音保音を鳴るようにするの？その通り、2年半くらい前にコンフォートに3連保音をつけたことがあるわね。パラリラ3連保音なの？そうね、保音の音はスイッチで切り替えできるの。そうなの？この車は2ヶ月くらい前にモノタロウのヨーロピアン保音を取り付けているの。モノタロウの激安コンパクト保音なのだ。今から超重低音保音を取り付けましょう。保音リレーのあるなし比較もあります。僕、超重低音の音を聞いてみたいのだ。とても楽しみなのだ。ピアノスポーツ保音スーパーバス耐水耐震保安基準適合 330Hz と 400Hz 超重低音渦巻き型保音。保音の裏側、ネジとナット回すと壊れます。付属品はアースコード2本と取扱説明書。ボンネット開けます。ラジエーターサポートオープニングカバーを外します。クリップの真ん中を押してロックを解除します。ラジエーターサポートオープニングカバー外れました。ラジエーターグリル外します。クリップのはめ込みを解除します。ラジエーターグリル外れました。フロントバンパー外します。バンパーの下側取り付けネジとクリップを外します。バンパーとフロントフェンダー取り付けネジを外します。フロントバンパー外れました。ラジエーターサポートに取り付け穴がありました。ラジエーターサポートに2つのホーンを取り付けます。フォグランプ配線固定クリップを外します。ホームセンターで売っているボルトとナット、ホーン2つは問題なく取り付けできました。フロントバンパーのフォグランプ取り付け部分とホーンが接触します。ホーン2つ外します。上側の取り付け穴を使うことにしました。ホーンの裏側とラジエーターサポートが接触します。分厚いワッシャーをはめ込みます。クリアランスの確保ができました。もう一つのホーンも一緒に固定します。手前側のホーンも分厚いワッシャーを挟み込み取り付け、ホーン内部に水がたまらないように開口部を下にして取り付けています。フロントバンパーの内側に接触しません。大丈夫です。ボルトナットしっかり締めます。ホーンの取り付け終わりました。ホーンに付属のアース線、三つ葉のホーンハーネスに付属のアース線、三つ葉のアース線を使うことにしました。ホーン端子プラスマイナスの極性がありませんので、どちらに接続しても問題ありません。2つのホーンアース線を1本ずつ接続。フロントフェンダーの補強ステー取り付け部分、ボルトを外します。取り付け部分、塗装を剥がします。ステーの取り付け部分も塗装を剥がします。錆防止のためグリスを塗りました。アース線をしっかり締め付け接続。純正ホーンの右側コネクター、左側の純正ホーンコネクターには後付けリレーの信号線が接続されています。接続を外します。左右のホーンコネクターに延長コードを接続します。2つのホーンに
延長コードを接続。ホーンのテスト。正常になっています。延長コードを外します。バッテリーのマイナス端子を外します。モノタローホーンのリレー電源線。三つ葉のホーンハーネスセット。耐熱耐水 30A リレー。30A ヒューズ付き極太配線。アース線3本。結束バンド4本。配線コネクター2つ。今回は使用しません。リレーの電源赤色線。バッテリーのプラス端子固定ナットを外します。リレーの電源丸型端子をバッテリーのプラス端子に接続。バッテリーを外します。30A のヒューズホルダーを固定します。結束バンドを使用し、バッテリープラス線にヒューズホルダーを固定しました。ホーンハーネスのコネクターに 30A リレーを装着。ホーンハーネスの黄色線2本、ホーンに接続します。バッテリートレー外します。過去動画で取り付けたモノタローホーンのリレー配線です。フロントフェンダーエプロンに配線用の大きな丸い穴があります。外側からホーンの配線を通す箇所を確認。黄色線2本、フェンダーエプロンの丸い穴に通して外側に出します。黄色線引っ張ります。黄色線通しました。黄色線を結束バンドでフェンダーに固定します。余分な黄色線をカットします。黄色線に平型端子を取り付けます。2つのホーンに黄色線を1本ずつ接続します。黄色線にコルゲートチューブをかぶせてから結束バンドで固定します。アース線も結束バンドで固定しました。30A リレーはヒューズホルダーの下に固定しました。左側がモノタローホーンの A 門リレー、右側が三つ葉のホーンリレーです。ホーンハーネスの赤色線にコルゲートチューブをかぶせます。ホーンハーネス2本の青色線はリレーコイル作動用です。リレーコイルは大きな電流が流れませんので細い配線です。青色線2本のうち1本は車内に通します。もう1本の青色線はアースポイントに接続します。余分な青色線をカットします。クワガタ端子を取り付け、バッテリーマイナス線のアースポイントに青色線を接続。A 門の配線ガイド、ワイヤー部分に青色線を通してテープで固定します。車両ハーネスがエンジンルームから車内に入っています。千枚同士などでゴムブーツに穴開け、内部の配線を傷つけないように注意。配線ガイドの滑りを良くするためシリコンスプレー、配線ガイドをゴムブーツ穴開け部分に通します。グローボックス外します。ストレートの内張り小次郎を使います。小さなカバーはめ込み外します。右側カバーも内張り小次郎で外しました。取り付けネジ外します。グローボックスのキャッチ外します。グローボックスクリップのはめ込みを外します。助手席エアバッグコネクターの固定を外します。エアバッグの配線を引っ張らないように注意。配線ガイドが出てきました。配線ガイドを少しずつ引っ張ります。エンジンルーム側確認。青色線車内に通りました。
センターパネルの取り付けネジを外します。センターパネルのはめ込み、内張り小次郎で外します。傷防止のためクロスを使います。運転席足元ロアカバー左外します。各スイッチなどコネクターの接続を外します。センターパネル外れました。共感用ホーンスイッチコネクター、アース線の接続を外します。プラス側の配線をカットします。カットした車両側のプラス線にテープを貼って絶縁処理。共感用ホーンスイッチコネクター加工します。プラス側の緑線を延長。ハンダ付け。テープで絶縁処理。アースの丸型端子をカットして取り除きます。ギボシ端子取り付けました。トヨタ純正 CD カセットプレーヤー外します。オーディオ用の配線コネクター。バッテリーを仮付け。イグニッションキーオフの状態。テスターで常時電源の配線を探します。1本の配線にバッテリー電圧がかかっています。常時電源青黄色線にホーンスイッチの緑色線をハンダ付けしました。テープで絶縁処理。共感用ホーンスイッチコネクターに常時電源緑色線とリレー作動用の青色線を接続しました。ホーンスイッチコネクターに接続。ホーンのテスト。正常になっています。ホーンスイッチの配線をまとめます。コルゲートチューブと結束テープで配線をまとめて保護しました。外したパーツを元に戻します。エンジンルーム側、青色線にコルゲートチューブをかぶせました。リレー関係の配線、コルゲートチューブをかぶせて結束バンドで固定しました。バッテリー取り付けました。ホーンリレーあるなし比較です。ステアリングホイールのホーンスイッチはモノタローホーン。共感用ホーンスイッチはピアの超重低音ホーン。僕、超重低音がとても気に入ったのだ。モノタロウは欧州車、ピアはヴィンテージカーの感じね。ホーンリレーをつけると音圧が高くなり、音が響くのだ。そうね、ホーンリレーあるなし比較は今回で3回目だけど、結果は全て同じね。そうなの？僕、過去動画も見てみるのだ。後付けホーンをつけるとヒューズが切れたり電動パワーステに不具合が出ることがあります。ホーンリレーをつけることで故障や不具合を防止できます。わかったのだ。僕、ホーンリレーをつけることにするのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。僕からもお願いしますなのだ。ご視聴ありがとうなのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。